こんにちは。Our Life Japan & China のチンムーと申します。今はおばちゃまが大連に来ているから一緒に買い物に出かけた。お姉さんが靴を買ってあげたようだ。一足5元、約100円だって。普段おばちゃまはほぼ自給自足の生活しているからあまり買い物をしない。買い物をするとしても青空市場でがほとんど。これから行くスーパーなんかはあまり慣れていないだろうね。自給自足生活で困るのは現金収入がないこと。病院に行くとお金がかかる。でもたまにさつまいもの茎とかを業者が集めに来るから少しは収入もあるみたい。もちろんモーさんたちが定期的に渡している現金もあるしね。すごい人だかりができているね。どうやらあんこなどが入ったおまんじゅうに並んでるみたい。ちなみに今日は月曜日。それにしては人が多いね。慣れないエスカレーターにひるむこともなく乗ったからお姉さんもびっくり。おばちゃまにはこの光景がどう見えているのだろう。豚肉売り場に興味津々。数年前までは自分で豚を育てていたからね。排骨啊，2块以上15块9一斤。排骨15块9一斤。2块以上。2個以上買えばキロ600円で買えるってことらしい。みんな気にせず触っちゃう。これを日本でやると怒られちゃうよね。お肉しっかりと買いましたよ。このお店は会員になってる人といない人で価格設定が違うんだ。人間って面白いもので2つの価格が表示されていると比べてしまう。会員になっていれば安く買えるのにってね。もし一つの価格しか表示されてなくて会計時に会員割引があったとしたら、その方法だと人を引きつける効果はあんまりないんじゃないかな。
それに単品ごと設定してあった方が店側もアレンジしやすい。商品によって一般客と会員の価格差を自由に調節できる。その日その日で目玉商品を設けてお客を引き寄せる。時にその目玉商品が会員だと半額で買えるとしたら、多くの人が釣られて会員になっちゃうんじゃないかな。平日の客層はほぼほぼ中高年。貧しい時代を経験した人たちだからこそ倹約精神が備わっている。1円でも安く手に入る方法があるならほっとくわけがない。会員カードを作ってチャージ金を入れたらもうこの店から離れない。人が集まれば気になるからもっと人が集まる。人は人を呼ぶのだ。你黑面是枣馒头的哟，不是枣馒头了，要吃了，这过去。野菜売り場に来るとおばちゃまが立ち止まることが多くなった。自分が庭で育ててる野菜がいくらで売られているのか気になるみたい。まあここの価格はあくまで末端価格だからね。おばちゃまが売るときにはそこまでのお金にはならないと思うよ。おばちゃまにとっては何もかもが高く感じちゃうみたい。そりゃあそうだろうね。いつもお金を出して野菜を買ってないから。でも世の中が崩壊すればするほどおばちゃまの生き方が最強になる。いくらお金を持っていたって銀行から引き出せなかったらないのと同じ。いくら札束を見せびらかしてたってただの紙と化すこともあるからね。野に放たれた時生きていく術を心得ているのはおばちゃまの方。啊，吴庆妍呀，充500给一个什么酱油，充1000给一袋面，充2000给一桶油。是这么回事？有活动。贝贝ラテ、なんとよ贝贝ラテンベ。그래서 2000개を貯金すれば会員油1本くれるで1000円だと。有没有活口？啊，这种吃可能是根据肉那种，是不是？啊，这是直接吃的吗？直接吃。これは大豆で作ったシート。味付けされていて美味しい。你看有没有活口？这有高。今中国経済が不安視されている。不動産バブルの崩壊、人口減少の開始、失業率の増加。仮に何があろうとおばちゃまにはどこ吹く風。おばちゃまは生きていくために必要なものを自ら生み出せる。でもそんな生活ができるのも元気な体があってのことだ。
おばちゃまの社会科見学、これにて終了。